さんこんにちは。今日も見に来てくれてありがとうございます。アビです。今日私は奈良県奈良市にある小動物カフェ花々さんにやってきました。奈良公園から西に向かって10分くらい歩いたところにお店があって、三条会館ビルの2階がお店なのでビルの横の階段を上ります。12時からオープンだったので12時の枠で予約を取ってきました。こちらのお店でも入店するとまず注意事項の書かれた紙を渡されるので、読んで同意書に署名をします。注意事項の内容的にはどこの動物カフェも似たような感じなんですけど、排泄物で汚れるかもしれないということや噛まれたりするかもしれないっていうことが書いてありました。料金は先払い制で1時間大人1800円、子供1300円で、料金にワンドリンクとおやつをあげる体験もついてます。ワンドリンクはマンゴージュースを注文しました。プラス100円支払うとドリンクを追加することもできるそうです。支払いやドリンクの注文が終わると店内の説明があって、おやつをあげれない子や動物さんのシフトなどについての話がありました。そしてついに自由時間開始です。ダイナーっぽい雰囲気の店内で、カウンターにフクロウやハヤブサなど猛禽類が並んでて、ドリンクを飲みながらフクロウさんを至近距離で観察できるようになってました。ハヤブサさんってかっこいい鳥だと思ってたんですけど、正面から見るとお目目がつぶらで、どっちかというとかっこいいよりも可愛いような気がします。アフリカオオコノハズクのダイちゃん、めっちゃふわふわでミノを羽織ってるみたい。ケロケロ。店内の奥の方に仕切られたエリアが3つあって、そのうちの1つのワンちゃんのエリアにやってきました。なんでかわからないんですけど、みんな私のスカートの中に興味津々で、ワンちゃんエリアに入ってしばらくはめっちゃスカートの中に侵入されちゃいました。スタッフさんがおやつをあげるとみんなそれぞれ芸をしてくれるよって教えてくださったんですけど、後ろ足で立ってこんなにくるくる回れるなんて体幹強くて羨ましいです。ダックスちゃんはおやつは3つまでって決まってたので、間違えないようにみんなに3つずつあげました。おやつはワンちゃんのエリアにボウルに入ってどさっとドッグフードっぽいのが置いてありました。しゃがんでる膝の上に乗ってくるところがうちの実家のチョコラくんみたいで可愛いです。お店の中を自由に歩き回ってるチワワが3匹いたんですけど、その子たちとワンちゃんエリアのポメちゃんが結構吠えてて、ワンちゃん以外の動物さんたちはどう思ってるのかなってちょっと思いました。ワンちゃんエリアの隣はウサギのエリアで、ウサギが1羽いました。壁には4羽のプロフィールが貼ってあったので、交代でここに出てくるみたいです。ウサギさんのエリアにも自由にあげられるおやつが置いてあったので、一つ取ってあげてみたんですけど、あんまり好きじゃないのか食べませんでした。あんまり構われたくなさそうに柵の裏に隠れているので、早めに出ようと思います。そんなこんなで自分の席に戻ると、注文してたマンゴージュースが来てました。目の前にフクロウさんがいるので、鶏粉とか抜け毛がジュースに入らないように、一応ストローに袋をかぶせておきます。おむつのチワワちゃんはおやつが1個までらしいので1個だけあげたんですけど、他の子に残りのおやつをあげようとしても全然食べてくれなくて、めっちゃおむつの子に狙われました。残りのおやつはお店の奥の方を歩いてた子にあげたら食べてくれました。店内を歩いてたスタッフさんが、チンチラさん抱っこしますかって聞いてくださったので、抱っこしてみました。この前のカワウソカフェの時には、箱に入ったチンチラさんを抱っこする感じだったので、あんまり抱っこしてる感がなかったんですけど、今回のチンチラさんは、
見た目もこの前のチンチラさんより大きい気がするし、存在感があってずっしりもふもふでした。名前はとろろちゃんっていうらしいです。お店の奥にある3つのエリアの最後の1つが大型フクロウコーナーだったんですけど、白フクロウさんはちょっとストレスを感じてそうな感じで頭が泳いでたので触るのはやめておきました。奥の大型さんは触らせてくれるかなって思ったんですけど、人間に触られるのが好きじゃないみたいです。ケロケロ。店内には休憩中のフクロウさんコーナーもありました。この子ブラックメンフクロウっていう種類らしいんですけど、初めて聞いてびっくりしました。メンフクロウに白くない種類もいたんですね。ハムスターのしらすちゃんとも触れ合うことができました。箱ごと渡されたけど、箱から出して抱っこしても大丈夫らしいです。ところどころ毛が長いのが天女の羽衣みたいでめっちゃ素敵。そろそろスタッフさんにお返ししようと思って箱に戻したら、箱の側面にぶら下がってお顔が出てきました。この子は砂漠コノハズクっていう種類で、全身の色が白とか灰色っぽい感じでまとまっててめっちゃおしゃれでした。フクロモモンガさんたちにおやつをあげさせてもらうこともできました。そうちゃん、そうちゃん、ポーチから出るとパニックになっちゃうから全身を見ることはできなかったんですけど、名前を呼んだらぴょこって顔を見せてくれておやつを受け取ってもらいました。最初は1匹で食べてたんですけど、途中でもう1匹も起きてきて、喧嘩せずに小さいおやつを分け合って食べてるの偉すぎます。店内にいる猛禽類を1人1回まで腕に乗せる体験ができました。私ははやぶささんを乗せてもらったんですけど、可愛すぎるしかっこよすぎるし見た目最強です。このグローブなんかハリポタ感あっておしゃれじゃないですか？店内には爬虫類コーナーもありました。ヒョウモントカゲモドキのレオくんを触らせてもらいます。尻尾を切って逃げちゃうかもしれないから、尻尾は触らないように気をつけないといけないみたいです。トカゲちゃんと触れ合い中にお店のお土産のストラップを一つ選んでくださいって言われたので、トカゲちゃんを片手にストラップを選びました。お土産のストラップと一緒に入場料割引券もいただきました。小さい頃はヘビが怖かったのに、いつの間に可愛いと感じるようになったんでしょう。ヘビさんめっちゃ可愛いです。他にもいろいろな動物さんがいて、1時間の利用時間では全員と触れ合うのは不可能な気がしました。私がいる間は入れ替わりはなかったんですけど、お店の奥のワンちゃんのエリアにさっきいたダックスやポメちゃんと入れ替えで柴犬2匹が出てくることもあるらしいです。店内のサイズに対して動物さんがちょっと多すぎるような気はしたんですけど、白フクロウさんとか一部の子を除くとみんなフレンドリーでいっぱい癒されることができました。奈良公園から歩いて行ける距離にあるお店なので、鹿さんに会うついでに行くのもいいかなって思いました。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。カエルの